どうも、藤ピコです。おつピコ。突然ですが皆さん、本って読んでますか？昨今ね、何でもネットで情報共有できる時代、若者の活字、本離れが危惧されていますね。確かにこの YouTube とかね、動画で見る方が分かりやすいやんっていう気持ちも分かります。僕自身生き物飼育関係ないところだと、例えばカメラの使い方とかね、iPhone の使い方とか、こういうの大体 YouTube とかのね、動画を見てね、勉強することが多いです。やっぱり必要な情報をね、ピンポイントでね、得られるんがもう楽でいいですよね。飼育に関しても今はまず YouTube で動画を見るっていう方が結構多いかと思います。空いた時間にね、気楽に見れるし、何より無料ですからね。ただしかし、本には本の良さがあります。ちなみに今僕が持ってる本こんな感じ。ということでこんな感じでね、今うちにある生き物系のね、本一部大体こんな感じですね。こんな感じで魔法陣完成ということでね。ということでね、じゃあ今からね、それぞれの本の魅力ね、ちょっとお話していきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。では早速紹介していきましょう。ごめんなさい。まず最初にね、本なので中身はね、ちょっと映すことができないので、そこだけね、ちょっとご了承いただければと思います。じゃあまず1個目こちらですね。こちら、ビバリウムガイド、通称ビバがですね、これはもう創刊から25年以上続く、もう爬虫類界の大ベテランですね。もうご存知の方も多いじゃないでしょうか。こんな感じでね、これ、エボシカメレオンの表紙めちゃくちゃかっこいいのとね、これトゲワガマのね、これ、砂漠のね、オールドタイプのね、綺麗なやつですね。これどうやらね、編集長のマイペットの子らしいですけどもね。あとはこのね、トゲワガマ、アッセンナヨとかね、やっぱ好きな回を持ってますね。あとはこれ今一番最新のやつですね。これ赤目カブトトカゲの、書いたやつですね。爬虫類イベントとは書いてますね。ビバガの特徴といえばね、やっぱりカラーの写真がね、すごい多くてね、あとは滅多に見ることのできないね、激レアな生態のね、写真も、本当にこれ写真でしかもう今は見えないってね、見れないっていう答えもね、たくさん写ってますね。ちょっとチラッと見せるとね、こんな感じでね。知識情報量はね、もうこんな言わずもがななんですけど、個人的にはね、このやっぱ編集長のね、この独特の言い回しがね、結構おもろいんですよね。砂漠トゲワガマとかね、いる時に買っておけとかね、エボシカメレオン革命戦士とかね、ジョンストンカメレオン、角とドリルは男のロマンね。とか、これ、オレンジサイドワレン鎧がね、あの時の自分にビンタしたい。これ、あの時は買っとけよかったとかっていうことがね、わかりやすくもね、面白い言い回しでね、書いてますね。で、本当にね、この爬虫類好きな人のね、独特の視点がね、自分ではまだ気づけてない爬虫類の魅力をね、これ存分に伝えてくれますね。あとやっぱ写真も綺麗ですね。タイトルがね、わかりやすくてね、ちょっとおっと目を引くものがありますね。このビバガの過剰な愛情とかね。このトゲワガマ、アッセンナヨとかね。で、これが今ね、出たてほやほやの一番最新のやつなんですけど、爬虫類イベントとはということでね。これは僕自身現在ね、もう年間30以上のね、爬虫類イベントの参加してるんで、てか年間30ってよかでえぐいな。月2、3回出てるってことか。それはいいんですけど。表紙がね、これ赤目カブトトカゲということで、ちょっとまだこれ出たばっかりなんでね、僕全部は読めてないんですよ。とりあえずこの赤目カブトトカゲのやつはね、全部読んだんで、これめちゃくちゃ勉強になりましたね。いや、これよく買い方難しいんではってね、思われがちな赤目カブトトカゲなんですけれども、実際のところどうなんだっていうね。しっかりコツさえつかめばね、〇〇と同じような買い方出てきますよっていうね、書いてあったりとかね。これはね、ちょっと今現在赤目カブト飼育されてる方もね、これからちょっと飼育検討してる方もね、ぜひ、読んでみてね、間違いない一冊だと思います。では、続いては、ちょっと多いんで何冊か。レプファンですね。いやもうレプファンはとにかくね、これ表紙からわかる通り、とにかく写真も記事もね、綺麗でおしゃれで読みやすいんですよね。初心者の方にもね、手に取りやすい一冊かなと思います。ただ内容はね、しっかりハードで濃いっていうね、攻略本で言ってるのファミ通みたいな感じですね。今うちにあるやつだと、このエボシカメレオンのね、これエボシカメレオンをしっかり買うっていうね、特集の回だったり、あとはこれね、トゲワガマ飼育完全ガイドとかね。こんな感じでね、ボリュームもしっかりあってね、これ一冊で飼い方、繁殖方法、あとレイアウトとかもね、わかりやすく、学べるっていうね。で、あとはね、これ写真だけじゃなくてね、ところどころ描いてるね、イラストもね、可愛らしくてね、ちょっと一瞬チラッと見せると、こんな感じでね、4コマ漫画みたいなのも面白くてね、あとはね、コラムもね、爬虫類界のね、レジェンドの方たちのね、昔と今のね、爬虫類界隈のね、お話があったりとか、他にもね、実際にね、飼育されてる一般の方のね、お宅訪問のコーナーがあったりとかね、中にはね、これやな、生き物系 YouTuber になろうということでね、YouTuber をね、紹介してる回があったりとかでね、ちなみにここね、僕もちょっと出てますね。ここではね、爬虫類飼育の今を考えるということでね、ショップの方とね、YouTuber と実際関係どうなのというね、割と切り込んだね、内容が書いてありますね。あとはもうオールカラーでね、見やすいです、とにかく。綺麗。そして、このカーペットパイソンの回もね、僕買ってはいないですけどね、やっぱ面白かったですね。では続きまして、続いてはこちらクリーパーね。こちらもね、創刊から20年以上続くデーベテランですわ。いやもうクリーパー、これはもうね、もうマニアックすぎる。
はあ。一種に焦点をね、当てた飼い方、繁殖、飼育方法とかね、もう温度、湿度からね、羽化日数まで、もう事細かく書いたレポートなんですよね。一応ね、まあ、こんな感じで写真も載ってはいるんですけども、ほぼ文字。もうマニアによるマニアのための本ですね。もう攻略本で言うともう大義林ですね。もう今の子わかるかわかんないですけど、もう裏技がとにかくね、もうびっちり書いてるような、そんな一冊です。まあこれ本当にね、これトゲオワガマの回ですね。これ結構古い回ですね。これ本当にね、実際の繁殖データがね、そのまま載ってるため、その種の繁殖を考えたとき、一番リアルでためになる、もう一種をとにかく深く知りたいという方にね、おすすめの勉強のための本ですね。もうとにかくね、学術的な価値ありありの、一冊でございます。このね、命を紡ぐっていうね、この言葉も素敵ですね。ちなみにね、このクリーパン97号のね、これ、バシリスクカメレオンのね、繁殖レポート特集にね、私、載っております。はい。バシリスクカメレオンの、日本初繁殖レポート。すごいでしょ？はい。まあ、僕のページこんな感じでね、はい。交尾からね、繁殖、ハッチするまで。で、ベビーのね、成長も1年以上にわたった記録をね、しっかりレポートとしてね、まとめて、載せさせていただいております。では続いてはですね、こんな感じでね、生き物系 YouTuber もね、今本を出してるんですよね。こちらチャンネルワニさんの、チャンネルワニのやばい爬虫類両生類図鑑ということで、これはね、オールカラーでね、写真も多くて見やすく、小さなお子さんがね、生き物に興味を持ってもらいやすい内容となっております。やっぱこの辺はね、お子さんからね、絶大な人気があるワニさんならではの一冊っていう感じですかね。なんとね、これ爬虫類だけじゃなくてね、魚とかね、虫とかも載ってるんですよね。これ攻略本で言うとV ジャンプみたいな感じですかね。表紙もポップでね、思わず手に取りたくなる、そんな感じの一冊ですね。続いてこちらもね、同じく生き物系 YouTuber のラブチャンネルの有馬さんの本ですね。有馬さんはもうなんだかんだ3冊本出してるのか。すごいな。これ2冊目の方なんですけども、爬虫類両生類図鑑ということでね、厳選120種、すごい数。こちらもね、人気種からね、希少種まで、綺麗な写真と分かりやすい内容でね、読むととにかく生き物が飼いたくなる、そんな一冊でございます。いやもうこんなんで学校とか図書館にあったらそれみんな読むでしょう。もう実際本当にそうなってるみたいです。すごい。ちなみにね、こちらの本にもね、うちの子たち、たくさん載ってます。続いてはね、こちら、教科書シリーズと、あとね、このパーフェクトガイドのカメレオンね。これ言ったら専門の、一種に絞ったやつですね。もうこっちのこのカメレオンとかのやつはね、もうとにかくね、カメレオンだけに絞ったカメレオン好きのための一冊って感じですね。もう飼い方やね、実際増やしてる方の、ブリーダーさんのね、自宅での飼育方法とかね、写真やインタビュー付きでね、載っててね、これは正直僕自身ね、カメレオン飼育においてね、このノウハウとかアイデアね、めちゃくちゃこれ真似させていただきました。あとこっちのね、パーフェクトガイドカメレオンの方とかではね、今を見ることのできないね、珍しいカメレオン、モーロプとかも載ってますね。あとはね、最後の方にね、エボシカメレオンをね、日本で初めて飼育繁殖されたね、巨匠たちの対談も載っててね、それもめちゃくちゃ勉強になるしね。あとは何よりね、やっぱね、カメレオンのプロの方がね、選んだ、個体の写真なんでね、一匹一匹のクオリティがもうとにかく高い。例えばですが、アンビローブ一匹を撮ってもね、こんな感じでね、もうめちゃくちゃ赤い、めったに見えないね、クオリティのね、子たちの写真とかが載ってますね。続いてこちら、重たい。ディスカバリーのね、大図鑑シリーズ。これはもう、ボリュームこれ、半端ないってこれ。もうオールカラーでね、このサイズなんでね、正直値段は安くはないです。ただもうこれあればね、もう一生楽しめるしね、一生学べることができるっていう。そう考えたらね、これ値段全然高くないですね。あと困った時には結構武器にもなるってね。この川添さんが言ってましたね。もうとにかくね、もう、見てくださいこれ。もう文字もすごい多いし、写真も多いしね。もうこれ読むだけで確実に爬虫類レベルも125ぐらい上がりますね。もうとにかくね、基本種からね、もう今は見ることのできない種のね、貴重な写真やね。もうデータがとにかく盛りだくさんなんでね、もう見るたびにね、新しい種を知ることができます。もう僕自身ね、もうそれ当然全部はもう読めてないです。隅から隅までは。もう僕自身ね、とにかくね、新しい種が入荷したね、これよく見るんですけど、このイグアナ科目編のやつね、新しい種が入荷したらね、まずこの図鑑を開いてね、で、その種のことをね、これで深く知るっていうね。もう僕はね、この本はそんな感じでね、とにかく使いまくっております。じゃあ続いてはね、他にはね、こんな感じでね、最近ではね、爬虫類を題材にしたね、漫画もね、発売されてるんですよね。これはね、活字はちょっとなっていう方でもね、漫画だったらね、絵付きなので、すごい入ってきやすくて親近感もある内容でね、これなんかね、実際爬虫類ショップのね、方が主人公になっててね、リアルなショップ店員と爬虫類とのね、距離感だったりとか、あとはね、飼い方とかもね、イラスト付きで分かりやすく結構深く書かれてるんでね、あとは飼育者あるあるとかもね、すごい共感できる内容があったりでね、絵も可愛いんですよね、やっぱりね。こういうね、活字がまず苦手な方ね、ちょっと漫画からね、入るっていうね、手もありなんじゃないかなと思います。
はい、こんな感じでね、一括りに本といっても、今はたくさんの種類ありますね。本って難しそうって思ってる方もね、中には読みやすくて勉強になる本、たくさんしっかりありますよと。それ今はね、この紙媒体の他にもね、電子書籍でもね、はい、本を読める時代ということで。あとはね、アーカイブをね、発刊してる刊もありますし、あとはね、メルカリとかね、ああいうね、ネットとかで、今昔のね、やつをね、購入して、探して購入することもできますので、はい、そういうのでね、好きな特集のね、本を探してみるのもいいんじゃないでしょうか。僕自身ね、いろいろ本持ってますけれども、迷子をね、はい、買ってるわけではないです。気になった号だけ買ったりとかね、あとはジャケ買いする号があったりとか、そういうのでもね、全然いいと思います。本はね、ネットと違ってね、こんな感じでしっかり形に残って、気になった際にね、何度も深く読み返すことができます。僕自身ね、未だに烏帽子一匹買うにしてもね、定期的にね、気になることが出てくるとね、本を読み返して、それで飼育をね、振り返ることが結構あります。爬虫類飼育ってね、日々新しい用品、餌が出たり、新たな発見があったりと、日々ね、アップデートしていくもんだと思います。試行錯誤しながら、悩みながら、楽しみながら買う。それがね、爬虫類飼育の醍醐味かなと僕は思います。もちろんね、飼育の基本、ベースはありますが、それらはね、本がより深いところまで教えてくれます。もちろんね、僕自身、動画配信者としてね、動画でもそういった部分をね、より深く、よりリアルに、これからもね、伝えていくつもりです。形はどうあれね、自分自身で得た知識が、今家にいる子たちのね、明日に繋がると思いますので、日々勉強してって言ったらね、ちょっと難しく捉えちゃうかもしれないですけど、日々楽しみながらしっかり観察して、はい、しっかり爬虫類たちと向き合っていってほしいなと思います。はい、そんな感じで、本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。